はい、フォアハンドボレーの基本的な体の使い方、ラケットの扱い方、力の生み方について解説をしたいと思います。このレッスンの対象としては、ボレーを習ったけれどもなかなかうまくいかない、うまくボールが飛ばせない、打っていてどうもしっくりこないという方へお送りしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、フォアハンドボレーの体の使い方やラケットの扱い方が理解できるようになること、また特にボールを飛ばすための力の生み方を理解できるようになること、こちらをゴールにしたいと思います。またこの動画では一般的によく教えられるボレーの打ち方とは全く違うアプローチを取りたいと思います。よくボレーを教わるときには、ラケットを引かない、前にセットして当てるだけという形で教わる方が多いと思います。私もなかなかボレーがうまくいかずよく悩みました。特に私の場合は、ラケットを前にセットして当てるだけとすると全くボールが飛ばないことです。ですが、飛ばそうとして腕を引いてしまうと打点が遅れてしまうのでうまくいかないという形になってしまいました。ですのでこの動画では全く違うアプローチを取っていきたいと思います。はい、ボレーがうまくいかない原因として、先ほども申し上げたように、ラケットを置いておくだけだと体自身がボールをこのままでは飛ばせない、当てるだけではボールが飛ばないという感覚が体にあります。ですのでボールを飛ばすために腕を引き、ラケットのスイングを生むことでボールを飛ばそうとするわけです。ですが、引いてしまうと打点が遅れてしまうので振り遅れてしまったりするという形になります。ですのでポイントは、打点が遅れないようにしながらいかにラケットのスイング、動きを作りボールを飛ばす力を生み出すかというポイントにあります。もしそのことができて、腕を大きく必要がなくてもボールがしっかり飛ばせられるという感覚が体に出てくれば、どんどん動きが小さくなっていくわけです。そしてそのアプローチをこれから紹介したいと思います。まずボレーの構えを作り、インパクトの形を作ってみましょう。そしてインパクトの形を作った状態で手首の力をできるだけ抜いておきます。ラケットを支える力が手首にかからず腕全体で支えているような感覚、そんな感覚でインパクトの形を作ってください。そしてここからポイントは、ラケットのヘッド、ラケットの先、ラケットヘッドの位置が後ろに下がらずに腕を引いていくようにしてみましょう。このまま手首に力が入っていると腕を引こうとするとこういう形になってしまいます。そうするとタイミングが遅れると振り遅れてしまいます。ですのでポイントは、ラケットヘッドがこのまま打点の位置に残ったまま腕をこのように引くようにしてみましょう。手首の力を抜いていないとこの動きはできません。はい、このようにラケットヘッドがインパクトの位置に残ったまま腕を引いてみましょう。そうするとラケット自体はインパクトの位置に限りなく近くあります。ですが腕はしっかり引かれているので、ここで力を生んでいく余白、この余白が生まれるわけです。そしてボールが来たらこの腕を前に出していく、このような動きで力を生み出す感覚をやってみてください。もちろんこの腕を引いてくる動作はなるべく手で動かすのではなく、少し体のターンを使うようにしましょう。体を少しターンして戻し、このターンを戻す。体全体でこの形がなるべく崩れないようにします。手首の力はあくまで抜いておいて、体でターンし戻す。このような形でまず素振りでやってみてください。インパクトの形に置いておいた状態から構えを作った時にしっかりこの余白が生まれつつ、ラケットヘッドがインパクトにできるだけ近い位置に置いてあるかどうか。良くない例はこういう形ですね。はい、この形になるとヘッドが後ろに下がってしまっているので遅れてしまいます。ですのでラケットヘッドを残したままターンをして、ここに余白が生まれるようにしましょう。そしてそこから
ターンを戻して、ラケットの位置はですのであまり動きません。ですので振り遅れる可能性がないわけです。はい、これが素振りでできるようになってきたらボールを打ってみましょう。まずは自分でこの構えの状態を作りましょう。構えの状態を作り、そこから出す。はい、このような形ですね。構えの状態を作り、そこから出す。はい、このような形で練習してみましょう。このボレーの打ち方はよくボレーで教えられるラケットを置いておくだけ、当てるだけという考え方とは全く違ったアプローチになってきます。ですので最初は戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんが、まずはトライしてみてください。考え方としては、ラケットはできるだけインパクトの近い位置にずっと置いておく。ですが体を少しターンし、力を生む構えをしっかり作る。はい、こうしておけば力は生まれますが、ラケットは引かれていないという状態が作れます。はい、素振りから少しずつやってみて、ご自身の感覚を確かめていってください。これでこの動画は終わりになります。ありがとうございました。